新年一発目のテーマはユニコーン。清らかな人にしか懐かない聖獣って本当ですか？違う。結論から言おう。ユニコーンが特定の条件を満たす人間に執着するのは信仰でも美徳でもない。薬理だ。薬理？あの角を維持するせいで彼らは常時骨が溶ける体質になっている。だから骨の崩壊を止める物質を外部から補給しないと生きられない。その必死な行動が人間側の勝手な解釈で処女中っぽく見えているだけだ。今日はこの神話を生物学で粉砕して、最後には誰でもできる安全な対処法まで持っていきます。最後まで見ればもうユニコーンに刺されません。ファンタジーリアリスト進行のミヤです。明けましておめでとうございます。2026年は馬年ということで、主役はもちろんこの生物です。明けましておめでとう。この回は最後まで見る価値があるぞ。なぜ男が嫌われるのか、なぜ条件が異常に厳しいのか、全部ロジックで説明できる。まずは教科書に載っているユニコーンの基本スペックから。分類、規定目一角獣科、全長 2.5 から 3.0 メートル、特徴、額に約1メートルの螺旋角アリコーン、能力、解毒、浄化、美しい白馬に神秘の角、完璧な聖獣ですよね。完璧？その表には一番重要な維持コストが書いていない。ここからが教科書に載らない裏スペックだ。体重 500kg の馬の頭に高密度の象牙質と神経束の塊を1メートル生やす。これを作るために摂取カルシウムの 60% 以上が角に吸われる。じゃあ本体の骨は？スカスカだ。常にカルシウム不足。デフォルト状態が重度の骨粗鬆症。常に骨が痛い？そうだ。彼らが攻撃的なのは性格じゃない。慢性疼痛によるストレス反応だ。痛いならカルシウムを取ればいいのでは？無理だ。代謝異常で保持できない。そこで必要なのが骨が溶けるのを止めるベレーキ物質。それが女性ホルモンのエストロゲンだ。人間でもホルモンが減ると骨が弱くなりますよね。同じだ。ユニコーンの脳は角のために骨を溶かせと命令し続けている。だから外部から高濃度エストロゲンを補給して抑え込む。じゃあ角を女性の膝に置き眠るあのシーンは？睡眠じゃない。角の微細胞を血流が豊富で皮膚の薄い部分、太ももに密着させ経費吸収している。あれは急速チャージだ。でもなぜ条件がそこまで限定的に見えるんですか？受容体が極端に繊細だからだ。効くレンジ以外は副作用になる。テストステロン系の匂いは角内部の制御を乱し、激痛を引き起こす。だから男が近づくと刺す神話ができた。ホルモンバランスが大きく変動している場合もダメだ。吸収が阻害され、薬が効かないイコール骨痛再発。つまり聞いたケースだけが語り継がれて神話になった？その通り。生体の薬効レンジが道徳ルールとして固定化された。じゃあ野生のユニコーンは何を食べてるんですか？草じゃない。骨、角、貝殻、ミネラル資源を回収している。聖獣なのに見た目が清楚なだけだ。生態は資源回収特化型スカベンジャー。でも教授、ユニコーンの角には解毒、浄化の力がありますよね。結論から言おう。奇跡じゃない。生存装備だ。装備？スカベンジャーが病気にならずに生きるには体外フィルターが必要だ。フィルター？活性炭みたいな？その通り。角は多孔質吸着剤プラスアルカリ性中和剤だ。じゃあ泡が出るのは？中和反応。魔法じゃない。つまり角は携帯浄水器付きシトロー？人間に効くのも当然だ。吸着剤プラスミネラル補給だからな。だから対処法は明確だ。清らかな心ではなく処方だ。処方？高純度エストロゲン錠剤とカルシウム粉末。これを差し出せばおっさんでも手なずけられる。夢がない。まとめます。1、角の維持で慢性骨粗鬆症。2、骨崩壊を止めるため外部ホルモンが必要。3、角は浄水器として進化した。聖なる特徴は全部泥臭い生存戦略だ。
でも教授、まだ謎がありますよね。ユニコーンの血が危険な理由や繁殖の仕組み。そこから先は動画で話せない。 YouTube コードギリギリの毒性と繁殖戦略の話だ。というわけで、動画で語れなかった裏の生態はノートにまとめました。血液が持つ重金属の中毒リスク、オスが生き残るための擬態的行動適応、神話と現実のズレを解消する補足考察。かなりディープです。概要欄からチェックしてください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメント欄では、ユニコーンは清獣派？薬理派？あなたの意見を書いてください。次回はダンジョンは遺跡ではない、巨大生物の消化器官である。それではまた次回。